すごすごすご。あ、快適さん出てる。まあ、600アンペア位置あれば、多分12ボルトエアコン、わかんない。検証しないとわかんないけど、そう。一晩ぐらい動かせんじゃねえかなって思う。蓋ができるといい感じじゃないですか。駐車ブロックにはギリ当たらないぐらいだろう。中はこんな感じで。電気はなんと500ワット使ってる。ハロー。おかえり。これマジか。おはようございます。外の気温は今だいたい25度ぐらいなんだけど、やばい、俺も汗だく車なんだけど。内気温が33.4 度。一応こっちにもタニタの温度計を置いてて、こっちの温度計は 30.9 度ってなってる。おう。で、湿度が 72%。この湿度がなんかクーラーをつけてどう変わるかもちょっと気になる。私らのクーラーは一応ここについてるんだよね。ここにちょっと隙間があるんだけど、ここからこう冷気が出てくるような感じ。やばい、もう汗だくやばい。中は33度でクソ暑いんだけど、外は23度なんだよね。黒い車だとね、すぐこうやって暑くなるんだよ。で、外23度だからまだあれだけど、外が30度とかなったら中40度ぐらいになるから。オンにして。こっち。あ、めっちゃ。このクーラーでどれぐらい涼しくなるか検証します。これ設定ができるんだよね。もうね、この場所につけてる以上、16度じゃないとダメっていうのは分かった。去年の時点で。割と低めに設定しないと、こいつがここに溜まった空気でもう涼しくなったって思っちゃって、そうそう。勝手に止まるんだよね。スピでこのードっていう多分風量だと思うけど、うん。これの設定もできるんだよね。めっちゃ強い。 2L、3L。 確か6までできる、それ。え、4、5、6。すご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 。で、4ぐらいが一旦ちょうどいいかな。5でもいいけど。4、これ結構すごいよ。結構すごい風来るよ。今この状態だとこのクッションがあって通気口がめっちゃ狭くなってるから、このクッションをどかすと全体的に冷えやすいと思う。なるほどね。今このタニタさんをクーラーの前のところにベッド側かな置いといて、スタートが 31.7 度、これがどうなるかっていうのと、キッチンの上のところに外気温と内気温が測れるこれを置いてます。で、こっちが33度スタートね。で、これが普段の状態。上さっき開けてたけど閉めてますと。で、居住スペースより下にあるから風は上向きに出るようにここを調整してます。そう、これくるくる回って調整できるんだけど、汗すごいな。クッションちょっとずらして全然違う。こう風がいっぱい出てくるようにして、全然違うねこれ。500ワット使ってます。で、この車のサブバッテリーは600アンペアアワー大容量のバッテリーをベッドの下に積んでるんで、これがどれぐらい減るかっていうのも見ていきましょう。100% スタート。屋根のソーラーパネルからソーラー充電もされてるんで、ソーラーのプラスを差し引いて537ワットの消費だから実際700ワットぐらい使ってるかもしれない。音のレベルが測れるやつなんだけど、騒音計、うん、これでどのぐらい音が出てるか。この風向の近くは 62.2 デシベルぐらいで、まあ、結構うるさいね。60だと大きい、うるさい、大声で会話するレベル。
70もうるさい、かなりうるさい。で80、90だとうるさくて我慢できない。40、50は普通で、20、30だと静かっていうレベル。そうそう、自宅の寝室とかで測ると30いくつとかだったね。ちょっと涼しくなってきた。5分経った。こっちの温度計はあんまり変わってない。 31.4 度でも湿度が下がってる。 66%、さっき 69% ぐらいやったろ。あ、めっちゃ下がってるわ。こっちは 31.6 度になった。一応参考までに、この前羽田空港の目の前で一人で車中泊したんだけど、その時これで測ったら70いくつやったな。75とかだった気がする。車の中にいて外で飛行機がグオーって飛んでる時。うるさいんだ。そう47だね。あ、俺が喋るとそう、上がだからるんだ。喋ると開始から15分経った。外は 24.5 度、ちょっと上がってる。中は 28.8 度。その温度計は30度。そっちの方があったかいな。まあちょっとずつ下がってはいるね。でもすでに快適だわ。さっきまで汗だくだったけど、普通に過ごせる。開始から30分経った。外が 25.6 度、中が 28.5 度。ここに置いてたタニタさんは 29.8 度、湿度 55%。 だいぶ下がったね。あ、湿度 50%。 湿度だいぶ下がった。 70% ぐらいあったよね、最初。あったあった。外が 27.1 度。1時間経過した。中が 26.8 度。だいぶ下がったね。てか外と逆転したよ。 29.2 度、湿度 48%。1時間つけてバッテリーはね 93% になった。おお。1時間で 7% の消費。一晩使っても一晩使えんじゃない？大丈夫そう。8時間使っても56% しか減らない、でしかも今の状態ってもうひたすら室外機動かしてフルに動いてる状態で 7% の消費です。十分に冷えたらこれ止まるから、室外機とか、そうするとさらに省エネになる場合もある。さて今何時？ちなみにもう9時半だね。言うてもでも今車内 27.4 度なんだ。外 23.8 度。外は結構する。ただ湿度が 71% で結構高いんだよ。ジメジメしてんじゃん。というわけでクーラー検証夜バージョンやりましょう。早くクーラーをつけたい。ここフラットっぽい、前後関係は。横はちょっと右に傾いてるけど、なのでどっちで寝ても大丈夫なんだけど、前後クーラーがここにあるから頭をこっち側にした方がいいと思うんだよね。設定温度は最低の16度で決定。それ以上すると途中で止まっちゃって全体が冷えなくなる。風はね1だとちょっとでも1でも結構風来とらん今。1でいいんじゃないと。こっち側の人は涼しいかもしれないけど、こっち側の人どうなんだろうっていう。私こっち側の人になればいいや。
ああ、そうするか。っていうことを今なるほどね思った。海子がこっちでカツオがこっちに寝てるんだよ大体。いつもね。だけどこれ逆にしよう。カツオはもう体にぶち当ててもらって。まずスタート見とこう。28度、湿度 61%。こっちは 27.5 度で湿度 70%。空港どうする？こっち今めっちゃ空気きとるよ。顔に。いや、ティッシュだって明らかに。後ろ向きにしないと体に当たってさ。腹が冷えて風邪ひいちゃうから、こっから空気が出るように上にこっち向きに向けた方がいいね。こうか？あ、そうそう、そんな感じ。こんな感じかな。もう一晩つけちゃうよね。バッテリーが 100% スタート。昼の検証やってからソーラーと走行充電でもう 100% に戻った。明日の朝までつけて何%減るか見てみます。まだ夏本番とまではいかないけど、前哨戦としての検証だよね、これは。そして今海子と俺が着ている T シャツは新しく作ったやつ。そう、新しい T シャツ。キャラバン T シャツ。 M サイズを着ています。すずりで売ってます。ショップで売ってます。おやすみ。寝る前の気温は 27.6 度、湿度 60%。後ろは 26.1 度、61%。ちょうどいいかもね。ちょうどいい。なんと一晩冷房入れて 81% までしか減ってない。 100% スタートで 19% だよ減ったの。中が 23.8 度、湿度 54%、 快適レベルです。あ、ごめんねちなみにこっちは快適さん出てる。20度 20.1 度になってるで湿度は 68% で結構高いね。でね、寝るときはもうね非常に快適だったね。でね、やっぱねこっから風が出てくるので寝袋をかけて寝てちょうどいいぐらいの感じだった。かなり爆睡できましたじゃあおやすみ。熱帯夜でも十分冷えるんじゃないかなっていう感じがした。今回風量1でやったじゃん。でこれだけ冷えたから2とか3とかにしたらもっといけるし、寝始めの時がね圧倒的に涼しくてね、そうだね。まるで家にいるみたいだった。もう一つ興味あったのはどのぐらい電気を消費するかっていうところ。電気がね、意外と使わなかった。昨日の昼の見立てだと一晩で 50% 消費する見立てだったんだけどさ、20% しか減ってない。昼に比べてやっぱ涼しいから室外機がついたり止まったりを繰り返してて、止まってる時間も結構あったから、それで省エネだったんだと。音はどうだった？音はね全く気にならなかった。私耳栓をして寝てたんだよね。耳栓してなくても大丈夫だった。風量1ならそういうレベルってこと？ 1なら静かだね。風向きは完璧。こっちを頭にして、あれでよかったと思う。多分真夏になっても同じやり方でやると思う。結果言うと温度設定は最低の16、風量設定も最低の1、風向きは足元方面、頭の向きは車の前の方、フロント向き。これが俺らのフォーメーション。これはまた真夏が楽しみです。そうですね。もう一回クソ暑い熱帯夜に検証したいね。したい。